これも塩ですよね。佐賀から久留米行って、久留米で数軒回って地元に帰ろうかな。受け取りができなくなりますので、今月大阪の人が作っていただいた。よし。刺し盛りで。はい。あ、それ刺しました。刺し盛りは普通のり。島味を刺身にして、他のでごま和え作って、イワシで巻き物しましょう。OK。島味かな。そうね。ごま。うわ、すごい。美味しそう。
だし巻きを切るためだけの包丁。実家帰ってもいいけど。これめっちゃ美味しい。巻き巻き。めっちゃ美味しいです。一人ゲームみたいな。あ、じゃあ私こっちに。これも塩ですね。これも塩焼きそばじゃなくてこれも塩。これも塩ですよね。お願いします。わあ。何そんなことしよったの。新米はサラダあげる。お願い。ボーノクラシェ。カツ丼いいですか？カツ丼で。はい、カツ丼になります。ありがとうございます。もう自分はカツ丼しか食べない。カツ丼美味しいんで、結構ふわふわで、味もしっかりしてて美味しいです。はい。はい。明太出しますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いくらですか？
それで山笠のなんか集まりが。めっちゃ出しますね。一組1本もしくは一組2本ぐらいは頼んでいただいてますね。すごいとこは1人1本。僕が一番推してるのがだし巻き卵なんですね。でいろんなところで売ってるんですけど、だし巻きで一番になりたいんです。だし巻きが一番美味しいと言われるお店にしたくて、ずっとだし巻きをしてます。料理に入ったきっかけがだし巻き卵なんですよね。ちっちゃい頃にうちのばあちゃんに教えてもらって、
ってない。私じゃない。私じゃない。めぐちゃんだ。そんなこと言った。いいとこ持ったもん。ほら、宮のとこね。あれ、あの時は。いや、やば。でかい高い。可愛いね。絶対選んでけ。お店のどういうとこが好きで来るんですか？これ明太だし巻き一人一本。取り合いになるってね。取り合いになるから世界一美味しい。他の食べれない。他の食べれない。お願いします。あ、すごいすごい。なんか出してその一発目のリアクション見るのがめっちゃ好き。笑顔になった瞬間が一番やべえ。そういうのが好きやけんあれやもんね。ずっと料理してるんやろね。今回の時は知っとるけど、どんな時ですか？ねずこみたいな感じで。これですね。あさっての大人の山か。そういう日。箸上げしやすいようにちゃんとちょっと空間作っとうけん。おい。いただきます。うめに決まっとんよこれ。博多の明太子とかも最強のだし巻きよ。この組み合わせ最高に決まっとやろ。来てみんしゃいここにまず。食ってみんしゃい。みんな集まらんねここに。最高やけん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で。わこれです。あのす。いやもう米食えるもんね。うまい。僕金谷で10キロ太りましたからね。何も考えずに3日連チャンとか来ますからね。普通飽きたとかないもんね。今日おすすめは何かやな。トウモロコシの天ぷらか、今日は魚が強いから魚いいんじゃない？うん、魚系がいいか。じゃあそれで。お疲れ様でした長旅。上の風の上から。やっぱりチーでもでもやっぱ最初の一杯やね。今度は私のヨガビール。日本の飲みたけどもう。そう。うめえな。もううめえとしか言いようがない。そのオールタスジャパンっていうのが
ほとんど役立たない。まあそうやろね。はいホルモンあれあでもちょっとかけすぎたかもしれん。よかよか。うまい。胡椒かけてさ、この柚子胡椒まで入れたら辛いよ。はい、どうぞ。これね、びっくりするぐらい切れる。ほんでですね、僕はもちろん中だばって、なんかもうあからさまに分かった。お腹いっぱいの状態で料理するときと、お腹減ってる状態で料理するとき、絶対味のブレが出るんですよ。お客さんはお腹減った状態で来るから、空腹の状態で料理をしてる。4倍や4倍。下に半分。もうちょこ。はい、お待たせ。うまい。出汁が効いとるけんさ、うまいよね。このカツ丼が本当に一番美味しいです。飲んだ後にぴったりです。4月ちょっとゴールデンウィークほら、人なんか割るとこうまいと松重豊で。松重豊。あと食うとこまで含めて。じゃあまた。ありがとうございます。平日は12時まで。でも週末はお客さんが帰るまで。家にいる時間って本当少ないからね。朝の6時ぐらいから仕入れ行く時もあるし、一番に不規則な生活ずーっとしてる。元気だけどね。だし巻きの話なんですけど、はいはいはい。めっちゃお客さんいっぱい頼んでて、やっぱ人気になるんですか？やっぱだし巻きを食べに来てくれるお客さんが多いですね。お店のオープンはいつになりますか？2015年に僕が夜始めて、それまではお昼の店でずっと定食屋さんでやってて。あ、お疲れ様です。ナスはある？あ、ナスいいね。ナスも全部終わってしまう。トウモロコシの天ぷらとか。じゃあそれで。お疲れ様です。なんとか。お疲れ様です。ヒラメの縁側。ヒラメの縁側。何そんなの？ヒラメの縁側が好きなの。わかる。で毎回ヒラメの縁側を食べようとする。ヒラメの縁側じゃないとダメ。偽物の縁側でもよかったの？いや、ヒラメの縁側が。ここで出会った。怖いやね。食べ物がね。そうやね。本当。
ちゃ鳥をしてちょっと待って。なんか H 君がハリーポッター。いやでもさ、それで眠たくなってきたの。ごめんをなんて十分。はーい。白ご飯もらっていい？了解。お茶漬けとかね。いいね。なんで？回らないんじゃないんですか、人が硬い変化。何時までしようと？新野菜のこの2時の肉。あ、これが入ってる。肉と米。そんなんあげたらさ。お父さんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。反り出すためにあと10分。はい、金谷です。あ、こんばんは。3人ですね。了解です。はーい。飲み会とか飲んでかないこの間。明太だし巻き。ちょっと待ってくださいね。卵がなくなったから。買ってこうか。いや、ちょっと合わせないか。時間なくなった。ちょっと俺が卵を産もうかなと思って。腹がパンパンになっていて。電話するって言ったけど、多分電話で起きるつもりや。多い。ありがとうございます。いただきます。飲み終わったお客さんが。とりあえず一段あったな。これを毎日繰り返します。だって日本語喋った今。てってれって。てってれって聞こえてる。それがやばい。定休日ないもん。年に4回ぐらい休む。ついでに1月1日は仕事してる。おせち作ってる。その自分が作ったものに対してお客さんからのリアクションがすぐ来るじゃない。美味しいと美味しいって言う前に笑顔になるんですよね。その瞬間を見れるのが一番楽しいですよ。うちは特にオープンキッチンなんでもう直接すぐお客さんの顔が見えるから、それが仕事の原動力でもあるかな。将来率の発想でいいぐらい。今いくつですか？はい？今おいくつですか？36歳です。帰ってゆっくりしとうときにテレビつけるでしょ。で YouTube つけるでしょ。料理の YouTube 見てますから。だけ料理好きやで。アホかっていうぐらい多分ずっ
となんか料理のことばっか考えてる。危ねえわ、演奏の内容だったら。台湾の実家で今日入れるどっからか忘れた。生かしてる。何のために言っちゃかねえ。誰のためにならない。どっから人生狂ったもん。バーター体質。なんか私バーター体質からガーパー体質になったらしい。なんだそれ。痩せ型から出てる。ありがとうございます。よいしょ。よしほー。ありがとうございます。10代の頃までこっちにいて、市内に出た後京都行って京都が終わって大阪行ってでまた福岡に戻った、そんな感じかな。うちの親父が倒れて、それで戻ってくることにして、そこからまあ地元の寿司屋に行ったりして、まあ、ずっと料理はしてたけどね。うちのばあちゃんが料理めちゃめちゃ上手だったから、それ見て育って、ばあちゃんと一緒に料理を作ったのは覚えてる。教えてもらったのに。それがだし巻きやったんですか？いや、その時はだし巻き卵じゃなくて卵焼きを教えてもらって、おばあちゃんの友達に卵焼きを出した時に、その美味しいって言われて、ありがとうって言って100円かなんかもらったんじゃん。それでなんか喜びを知ったんかな。探せばもっと向いてる仕事もあるのかもしれないね。あるんかな。ないです。じゃあないです。料理だけです。今日ほぼ一日密着して、やっぱ飲食って大変やなと実感したんですけど、実際どうなんですか？そうね、やっぱ大変とは思います。飲食業って時代の流れでも苦しいけど
やりがいもあるし、職人っていう職業かな、これは飲食業だけじゃなくて、僕が使ってる包丁屋さんもそうですし、その人とよく話したりするんですけど、次の世代にどうつなげていくかとか、だから昔ながらのやっぱイメージが強いんですよ。どうしても職人って労働時間が長いとか、給料が安いとかきついとか、そのイメージを少しずつこう変えていけたらなとは思うんですよね。きついのはやっぱ時間とか給料とかなんですか？一番重視されるのってやっぱ給料面じゃないですか。どうしてもやっぱ飲食業は安いとか、安い割に労働時間が長いとか、やっぱそう思われるし、現にそうであるなとは思います。けど今を頑張ればこうなれるとか、目標になるような職人さんとか、僕で言えば料理人がいれば頑張ろうっていう気になるとこもあると思うんです。料理人さんがいい車乗ったりとか、なんかかっこいい服装をしたりとか、僕は逆になんかヒップホップが好きだから洋服買ったりとか、この仕事をやってればいずれ頑張ればこうなれるっていう見本じゃないけど、そんなおがましいことは言えないけど、その一部になれればと僕は今思ってるし。飲食は夢ありますかね？夢あると思いますけどね。僕はまだ叶えたいから、まだ全然途中にしか過ぎないですけど、夢ある職業だと思いますね。それと同時にやっぱなんかいろんなものを得ることができる。料理しててお客さんと話したりとか、そういう嬉しい部分もあるし、楽しい部分もあるし、もちろんそれがあるってことは苦しい部分もあるし、きつい部分もあるし、でもやっぱそれを乗り越えればいい世界が見えてくるんじゃないかなと。料理は好きですか？料理は好きですね。やらされてるわけでもないし、自分が好きでこの仕事を選んで、全ての責任が僕なんで、もうこの仕事を選んだ限り、もう好きだからやり続ける。料理だけは誰にも負けたくないからの精神でまだずっとやり続けてるから、これからもなんかもっと成長したいし、もっといろんなチャレンジしたいし、テレビでも YouTube でも雑誌でももっと前に出て、こんな料理人もいるんだぞっていうのを示してもいきたいし、それと同時に若い子が少しでも興味を持ってくれて、料理の世界に今後若い層がどんどん増えてくれることが一番いいかな。ライバル増えたらどうしますか？ライバルは増えた方が面白いです。負けんけどね勝ち負けじゃないかもしれないけどね、勝ち負けじゃないかもしれんけど、負けず嫌いの俺からしたらやっぱ同じ年代のすごい料理人さんがいたらやっぱり負けたくないと思うし、どこに勝ち負けがあるのかは分かんないけど、俺ももっと頑張らなきゃっていうふうに思えるし。今から何するんですか？今から魚の仕入れ行きますよ。長浜まで行きましょう。はい、でさ。笑ってるじゃないですか。笑ってるじゃないですか。聞こえた？ですよ。YouTube に出て何か変わったことってありますか？やっぱ知ってもらえたことが一番嬉しいかな。ほぼほぼ来てくれてるんじゃないかな。大阪、東京、名古屋、北海道、やっぱり遠方から今までお客さんが来るっていうことがそもそもうちのお店ってなくて、そこが一番でかい。やっぱ動画を見てきましたって言ってもらえることが、うちのためにわざわざ飛行機取って宿泊宿取ってご飯食べに来てくれるっていうのは
料理人としてもう一番じゃない。それ以上のものは多分俺の中では今のところないかな。移動距離関係なく、飛行機代、新幹線代とか関係なく、ここのお店のこの料理を食べたいで来てくれるのは、料理人やってて一番良かったなって思うとこだよね。仕入れだから。人が出るとか最高やん。よく見る YouTube のチャンネルとかありますか？ GQ ジャパンのスニーカーホリックス10エッセンシャル、10個の自分に必要なアイテム、そこにも出たいですね。料理人がなんでか分からんけどスニーカーの番組に出るんですよ。もう場違いがクソかっこいいじゃん。それが来年の目標かな。